ございます。今日は久しぶりにロンドンの動画をお届けします。今日5月5日子どもの日、今朝の9時半をちょっと過ぎたところなんですが、日本でもオーバーツーリズムとか結構問題になってますけど、ロンドンもすごいです。自然史博物館、そしてロンドン塔がどれだけ混むかは去年動画を上げてますが、当然のように大英博物館とナショナルギャラリーも大変な混雑です。今9時40分、10時から入場が始まります。入ってくると奥の白いプレハブのテントでセキュリティチェックを受け入場することになるんですが、さてもうどれぐらい並んでるでしょうか。10時にならないと開かないんですが、まだ短いですけどね、結構人が並んでます。こんな感じ。これから続々とやってきて、まだまだ長い列になるんじゃないかと思います。大博物館の入り口はここが正面で、もともと一般のお客さんはこちらから入ってグループ入場がこの反対側にあったんですけれども、最近いろいろとあまりにも混雑するんで、システムを変えてるんですね。しばらく無料のチケットをオンラインで、予約して、これが時間帯によってタイムスロットで分かれてます。そのチケットを持ってないと現在正面入り口からは入れてもらえません。すでに並んでるこの人たちの中にもチケットを持ってない人が必ず結構な数いるはずです。入場の準備を始めるのがちょうどこの時間、9時40分頃。それからやっと係員が出てきて教えてくれます。というわけで、せっかく早くやってきてもそれがすっかり無駄足になってしまう可能性大ということになります。ちょうど今右に黄色いベストを着たスタッフが出てきて、それを伝えているところです。じゃあチケットがないと入れないのということになるんですが、入れます。ただしこれから正面玄関の反対側の入り口に行って並び直さないといけないということになります。大英博物館のメンバーまたは有料の特別展示のチケットを持っている人はここから列飛び越えて入場することができます。はい、それでは裏口の方どれだけ混んでるか見に行ってみます。正面入り口のちょうど反対側、もともとグループ用の入り口ですが、すでにこれだけ並んでます。ちょうど道の突き当たりほどまで並んでいるようですが、あそこだとだいたい30分ぐらいかかると思ってください。はい、正面の白いちっちゃなプレハブ、ここでセキュリティチェックを受けて入場となります。前もってオンラインでチケットを取ってない人はこちらで並ばないといけません。ではまた正面に行ってみましょう。今47分です。はい、ほぼ入場の準備ができて、あとは10時になるのを待ってるって感じですね。はい、左の列がすでにチケットを持ってる人、チケット持ってないと入れません。ノーチケット、ノーエントリー。はい、そして特別展示、有料の特別展示の入場チケットを持っている人の列がこちらですね。エキシビションチケット保有券です。じゃあまた反対側行ってみましょう。ただいま10時3分前。はい、列がこれだけ長くなりました。10分ほどで。今歩いてきている人たちはほぼ間違いなく正面から裏の入り口へ行けって言われた人たちだと思います。だいたいここまで並ぶと入場に40分ぐらいかかると思ってください。先日10時40分ぐらいにお客さんとやってきたら、もう列はもっともっと長くて、最後尾がこの道の奥の工事しているところだったんですね。セキュリティ抜けるまで50分かかりました。じゃあまた正面行ってみます。このところ個人のお客さんがかわいそうなのは、
チケットがないと入れないというのを知らずに正面に並んで、結局ゲートに来たらそれを知らされて、慌ててそこでチケット取るか、またはオンライン通じてなかったら後ろへ行って今のところに並ばされるかということになってるんですね。はい、ということで少々は並ばないといけないとはいえ、必ずチケット取ってきてください。大英博物館のサイトに入っていくと、最初にブックチケットって出てくるんですが、こちらは特別展示用です。ということで、ビジットに行ってプラン用ビジットのブックナウを押すと、いつ入場希望かというのが出てきます。そこで日にちを選択し、これは3日前だったんですが、この日は11時20分まで全て完売。時間を選んで、そして何人分か、ブックナウ、今予約しますということです。はい、するといろいろまた追加で注文しませんかっていうのが出てきますが、そちらを飛ばして Continue to Basket、 はい、ここでチェックアウトを押して、皆さんはアカウントを持ってないと思いますので、一番下のゲストチェックアウトへ進みます。その後はメールアドレスなどを打ち込み、指示に従っていくと、予約完了後メールでチケットが送られてくるという流れになります。今のところ大博物館の入場は予約しているチケットの時間以降は何時でも構わないということになっています。正面入り口、列に並んでちょうどゲートを抜けるところで入場チケットがスキャンされます。今日は比較的スムーズに進んでますね。ただこれから週末、そして夏休みにかけますます混んでくると思ってください。黄色いベストの係員がチケットない人は裏口へ行きましょうと案内してます。ちなみに奥の方から14番のバスがやってきてますが、このバスの始発はパットニーというロンドン西側の住宅地からチェルシーのフットボールスタジアム、ハロッズ、ピカデリーサーカス、そして大英博物館、終点がちょうど大英博物館の裏口があるラッセルスクエアです。はい、さすがに列が先ほどに比べて随分長くなってます。うわ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 、一気に長くなってます。まあでもこんなもんですね。たまに列の最後尾はここからまだ 100m、200m ぐらい奥まで続いていることもあります。チケットを取ってきててもこれだけ並ばないといけないということになるんですが、裏口に比べるとこっちの方はセキュリティのデスクが4つほどあるんですね。4つだったかな。で反対側の方は通常2個しかないので、流れ始めたらこっちの方がセキュリティで待たされる時間は全然短いです。はい、チケットない人裏行けって言われてます。ちょっと様子見てみましょう。ちょっと隙間が空いたら続々と割り込んでる人たちもいますね。割り込んでます、割り込んでます。でもチケット持ってなかったりして、ありゃりゃ、かわいそうに。これから裏口の方で並んだら 4,50 分かかるかもしれませんね。というわけでネットにつながるんでしたら、ここで慌ててチケットを取るという手もあります。俺特別展示チケット持ってる人
列並ばなくていいですよ、出てきなさいって言われてます。随分スムーズに進み始めてますが、はい、ちょうどこの辺から詰まってくるみたいです。基本的にセキュリティのデスクがこっちは4つ、裏が2つですから、だいたい半分の時間で入れると思っていいのかもしれませんね。これぐらいだったら多分15分ぐらいで入れるんじゃないですかね、この辺まで来てしまえば。角からでも20分とかね、それぐらいで行けるんじゃないかと思います。はい、それではナショナルギャラリーはどうなってるか、そっちに行ってみましょう。はい、列もどんどん短くなってますね。トラファルガー広場にやってきました。白い石造り、こちらがナショナルギャラリーです。今もう11時です。ほとんど並んでないですね。もっとすごい並んでるところを見せて皆さんにびっくりしてほしかったんですが、今日は天気がいいので衛兵の交代式もやってますから、それが終わったら旅行者が押し寄せてくるかもしれません。はい、こちらチケット持ってない人の列。はい、セキュリティでちょっと並んでるだけですが、大した列じゃないですね、思ったほど。朝一番で来ると結構奥の方まで並んでたりするんですが、今年はナショナルギャラリー200年ということで NG200、200年を記念してちょうどお化粧直しをして、そして、奥のあのビルがセンツベリー館という、新館、増築された新館なんですが、そこを大掛かりに改装してますので、それがオープンするとまた入場の仕方を変わるかもしれないんですが、場合によってはここ随分並びますからね、チケット持ってない人の列。今日のウェブサイトを見る限り、今日のタイムドチケットっていう、時間が割り当てられた入場チケットは全部売り切れです。とはいえこの列に並べばチケットがなくても入場することができるわけです。またオープンした時、入場はセンツベリー館からということになるんじゃないかと思います。昔はこの正面を出口専用にしてました。そしてチケットを持ってる人はこの列に並ばずに、現在はこっちから入れます。一応グループ用、そして特別展示のチケットを持ってる人用の入り口です。はい、こちらがゲッティエントランスということです。はい、ここですね。メンバー、グループ、プリブックスチケットホルダーって書いてます。はい、ナショナルギャラリーのサイトに入っていって、Plan Your Visit。この次ちょっと分かりにくいんですが、Find out more and book って書いてあるんですね。ブックは本じゃなくて予約するという意味ですから、また Book Ahead。Continue to book entry。するとカレンダーみたいなのが出てきますので、入場したい日を選択。すでにこの先3日間は全部売り切れ。とりあえず適当に押してみます。そして何時に入場したいかを打ち込み、それをバスケットに入れて、その後指示に従いまた E メールアドレス、名前などを入れるとメールでチケットが送られてくるという流れになります。イギリスの博物館美術館は入場無料のところが多いんですが、コロナの時に一度に人がやってこないように時間帯で区切られた入場のチケットをオンラインで取り寄せてから入場という風になってたんですね。そのチケット制のシステムを利用してコロナ後押し寄せてくるすごい旅行者の人たちの入場に対応しようということをやってます。
さあこの夏、去年の夏もすごかったんですが、大英博物館とかウェストミンスター大臣もすごかったですし、自転車博物館はいつもすごいんですけど、今年の夏どれだけ混雑するかちょっと考えるとゾッとします。せっかくの滞在時間を無駄にすることがないように、ずいぶん面倒くさくなってきましたが、行きたいところの入場必ずオンラインでチェックして取れるのであれば、必ずチケットを取っておくことをお勧めします。